こんにちは、ゆかりです。昔の私は服が好きで年間数百万単位で服を買っていました。新しい服を見るのが好きで、試着をしたら思わず欲しくなってしまったり、買い物そのものを楽しんでいました。でも今振り返ると、あの頃の私は服を買って楽しんでいたというより、何か別のものを求めていた部分もあったのかもしれません。今日はなぜあんなにたくさん服を買っていたのか、今振り返って気づいたことをお話ししてみようと思います。その1、新しい服を買うとおしゃれになれると思っていた。昔は新しい服を買うとなんだか自分がおしゃれになった気がしていました。新作を買う、新しいコーデを試す、クローゼットに新しい服が増える。それだけで昨日のクローゼットより少し理想に近づいた気がしていたんです。でも実際は服が増えたこととおしゃれになったことは別の話でした。素敵だと思って買った服も家に帰ると手持ちの服とうまく合わなかったり、新しい服を買った瞬間は満足するのに数日経つとまた次の服を探していたり、結局数回しか着ないままクローゼットに眠ってしまうこともありました。当時の私はおしゃれになるために必要なのは新しい服だと思っていたんです。でも今振り返ると足りなかったのは服ではなくて、自分が何を好きなのか、どういう服が心地いいのか、そういう自分自身への理解だったのかもしれません。その2、選択肢が多い方が幸せだと思っていた。たくさん持っていた方が安心、たくさん持っていた方がおしゃれ、そんな感覚もありました。選択肢がたくさんあれば毎日違う服を楽しめるし、服選びももっと楽しくなると思っていたんです。でも実際には選択肢が増えるほど迷うことも増えました。朝クローゼットを開ける、服はたくさんあるのになぜか着たい服が見つからない。何着も出しては戻して、気づけば時間だけが過ぎている。これも違う、これもなんか違う。結局いつも着ている服を手に取る。そんなこともよくありました。当時の私は服が足りないから迷うんだと思っていたんです。だからまた新しい服を買えばこの迷いはなくなると思っていたんです。でも今思うと足りなかったのは服ではなくて、自分が何を着たいのかという基準だったのかもしれません。服はたくさんあるのに今日着たい服がない。あの感覚は服が少なすぎたからではなく、選択肢が多すぎたから生まれていたんです。その3、服を買うことが趣味だと思っていた。昔は服を見るのも好きでした。探すのも好きでした。買うのも好きでした。だから私は服を買うことそのものが趣味なんだと思っていたんです。でも不思議なことに、買い物をした後は満足するどころか少し疲れてしまうこともありました。服が増える、収納を考える、管理を考える、手放すことを考える。そんなことを繰り返しているうちに、本当にこれは趣味なんだろうか、そう思うようになったんです。買い物をしている時間は楽しい。でも買った後まで楽しいかと言われると必ずしもそうではありませんでした。むしろ少しずつ重たくなっていく感覚もあったんです。私は服が好きだから買っていると思っていたけれど、
本当に好きだったのは服を増やすことや消費することではなかったのかもしれません。服が好きなことと服を買い続けることは同じではなかったんです。結局本当に欲しかったのは服だったのか。今振り返ると、私は服にいろいろなものを求めていました。おしゃれに見えること、安心できること、毎日の迷いがなくなること、楽しい時間が増えること、そんなものを服が解決してくれるような気がしていたんです。だから新しい服を買うと嬉しかった。新しい服を見るとワクワクした。その気持ちは本物だったと思います。でも今思うと、私は服そのものだけではなく、服を通して得られる何かを求めていたのかもしれません。新しい服を買うと少し気分が変わる。少し毎日が楽しくなる。来週の予定が少し楽しみになる。そんな感覚が好きだったんです。だから一着買っても満たされなかった。また次の服を探していた。そしてあんなにたくさんの服を買っていたのかもしれません。でも部屋やクローゼットを整えてから少しずつ気づくようになりました。心が動く瞬間は服以外にもたくさんあるということに。温かいお茶を入れてほっと一息ついたり、調味料を変えたらいつものご飯が少し楽しみになったり、本屋で何気なく手に取った一冊に思わず夢中になったり、夕方の空がいつもより綺麗だったり、以前は服を通して求めていたものを今は暮らしの中でも見つけられるようになりました。新しい服を買うことに意識が向いていた頃は気づかなかったような小さな変化です。でもそういうものだけでも毎日は意外と豊かなんですよね。だから最近は新しい服を増やさなくても毎日がほんのり楽しい。服が好きじゃなくなったわけではありません。ただ以前は服に求めていた楽しさや高揚感を暮らしの中にも見つけられるようになった。だからあんなにたくさんの服を買わなくなったのかもしれません。いやー、なのであの頃はあの頃で服が好きだったし、服を買うことでいろんな気づきがあったんですけれども、でもやっぱり服が増えることと心が満たされることは、同じじゃなかったんですよね。だから最近は新しい服を買うよりも今持っている服を着て、で暮らしの中でできるだけ小さな楽しみを見出そうと。その方が心に負荷がなくて、なんだかんだ毎日ほんのり楽しいみたいな感じなんですよね。なのでもし服がたくさんあるのに新しい服が欲しくなるみたいな感覚がある方がいらっしゃれば、服そのものではなく服を通して自分は何を求めているのかに目を向けてみると面白いかもしれません。私はね、新しい服とか大きな変化がないと楽しめないと思っていたのですが、実は暮らしの中に小さな楽しみとか些細な変化があればいいんだなという人だったみたいです。そうなのでね、服を買い続けていた時はあんまり気づけなかったんですけど、服を減らした今の方がむしろ服が好きだなと思えていたりもするんですよね。いや、それもね、多分一着一着に向き合えるようになって着用回数が増えたからだと思うんですけどね。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。